大家好、久美です。今回の旅は大好きな台湾。昔3年間住んでいた時から馴染みある場所を回ってみたいと思います。お姉さん優しかった。全部設定してくれた。松山空港からホテルまでは MRT で行けますが、荷物があるとタクシーの方がおすすめです。このゆる感が台湾。そうで荷物入れ替えるから。ああ。台鉄に乗って30分、陶器が有名な場所へ。久しぶりの台鉄は以前よりかなり快適でした。この気持ちわかるよ。新北市のイング、ここから始まります。美術館、博物館、タオツーラオジェ、職人の街と言われています。駅からすぐ向こう側のトンネルを抜けると感じるのは芸術の街らしい雰囲気。綺麗だね。ガラス細工から普段使えるものまで、ここでは他にカスタマイズ、見学、体験など相談できます。見てみる。あ、かわいい。かわいいじゃん。ポチだポチ。昔好きだったキャラクターだ。お茶好きに知っておいてほしいタオツーラオジェ。ラオジェにはここから歩いても行けますが、せっかくなので今日は新しくできた MRT 路線に乗ってみます。ふみちゃんピチョピチョ顔。最初はどこ行くっけ？ご飯？一駅約2分。以前よりすごくスムーズになりました。この道いいね。ご飯どこだ？すごく魅力的じゃない？空腹でまだ魅力を感じない。とりあえずご飯。向かったのは地元の人に愛されるパイグーファン専門店。いただきます。台湾の梅ジュース、サンメイズ。あ、美味しい。酸味があって油っぽい食事や暑い夏にすっきりの飲み物。最初台湾に来た時、薬膳のような味で飲めなかったけど、今は美味しく感じます。わ、すごいね。ルーローファンになってるよ。あ、下はローファン。とんかつの下にルーローファン、間に昆布、ルーダン、野菜炒め、たけのこなどのおかず。小さい頃のおうちご飯みたいだ。台湾人の昔の定番ご飯だそうです。もうめっちゃ柔らかい。ルーローファンのお肉はとろとろ、お米との相性最高。とんかつは揚げたてで熱々、スパイスが効いて、この時に三名ず、やばい循環で止まらない。大雨でとりあえず入ってみたのはここ。昔来たことあると言われたけど、正直あまり覚えていません。ちょっとハイセンスすぎて
私にはわからない場所でした。酸梨可愛くない？片こういうの好き。私のバイクに昔の釜に吸い込まれるようにこちらのお店に入っちゃいました。安いよ、35元。こいつかわいい。クジラ。かわいくね。ね。でもどこに置くんだ？かわいければいい。日本に人気になりそう。めっちゃかわいい。可愛いものに弱い私ですが、誘惑に負けず無事に出てきました。本当に見たいのはここ。お茶が好きだからこそいい茶器が欲しい。持ち運びできる珍しいデザインや高級感がある茶器を見つけることができます。円宮本店の他に台北、9分などにもお店がある人気店。実際にお店で手に取ってみると本当に綺麗で時間をかけて選ぶのが楽しい。ここおしゃれだね。ね。これかわいい。全部なんか台北の产品うん出てくるおしゃれなやつ。日本からオンライン購入もできるので気になる方はぜひ覗いてみてくださいね。で、トーチのお箸だ。懐かしい。使ってたの。これいいな。コスパ最強のこのお店。ちっちゃい頃これいっぱい使ってる。ロイちゃん実家あったよ。そうあった。意外と割れないんだよ。これ好きだもんね、くみちゃんは。買っていい？いいよ。台湾で昔から使われているものがいっぱいで面白い。すごい作るやつだ。ルローハンとかこんなのよく使われてる。いろんなお店がまだいっぱいあります。けれど今日の買い物は一旦休憩。皆さんお茶やコーヒーが好きだったらぜひ円宮を訪れてみてください。かわいいやつ。ケクね。10元あるはずだけど、またやりたいのこれ。いつもこんなものに惹かれるね。みんなの作品。ヒップホップみたいな。綺麗だね。すごい。すごいよ。すごい綺麗。すごいね。わあ。高級ホテル。めっちゃ美味しそう。この日の夜ご飯はいつもテイクアウトして家で食べてたワンタン屋さん。超台湾。超台湾。台湾小吃哦。台湾の友達とホテルで静かに世間話をしながら次の日を楽しみに。夏休みの始まりみたいな感じ。幸せだ。お腹いっぱいでシャワーも浴びて、昼間土砂降りの中を歩いてシャワー浴びると気持ちがいい。ぐっすり眠れた目覚めのいい朝。
一面の窓から差し込んだ光と初めて見る中山の景色。ここは客室フロア最上階。台北の中心とは思えない静けさでした。原山原山飯店。さらに上へ行くと、宿泊者だけが自由に利用できる空間。ほぼ貸し切りのスパと、都会の中で珍しい屋上プール。思ったよりすごい。正直あまり期待していなかった朝食ビュッフェですが、和食、洋食、そして台湾料理、どれもレストラン並みの美味しさでした。最初にこっち入れる。台湾の卵って白いよね。そうだね。白身が多いけど。幸せになる味だよね。おじさんが一気にしてる。そう。美味しいよね。また酸っぱい方だ。美味しいけど。人気のパイナップルケーキ。お土産に人気。箱が全部可愛いからね。コーヒーを探しに中山駅から三連駅まで歩いてみる。気になるお店を見つけるたびに自然と足が止まります。ピンクのピンク。草蓮市場は観光地というより台北の人たちが毎日の買い物に訪れる日常を支えている場所です。お寺もある。あれ？足どうした？今年7月からクレジットタッチ決済で MRT に乗ることができます。
気になって入ったセレクトショップ。它是一个会一点点。目を奪われたのはガーナの職人さんが一つ一つ手編みで作ったカゴたち。元は現地で使われていたものを現在ではフェアトレードを通してさまざまな色や形が作られ販売されています。汚れても水で洗って乾かせばまた使える。旅行の時は平らにしてスーツケースへ入れてまた元の形に戻せるとオーナーさんが教えてくれました。10年左右的东西。そんな面白いの？那因为它是手工的啦，所以它每一个都长得不一样。对，那有兴趣都可以拿拿看。你喜欢猫咪吗？教学工就有一只。哪里？実はここ民宿でした。今度来たらここに泊まります。先生、先生、バイバイ。おしゃれになった。全然使いやすい。でしょ？ T4J にある台北最大の布市場。100軒を超える店舗があり、ワンヤードから購入でき、仕立てまでお願いできる。麻、綿、シルク、服やバッグに使える生地はもちろん、レトロな。インテリア用品に適した生地まで揃っています。これいいね。要哪一个？どんくらいがいい？请问有这个别的颜色吗？有，哦，来，一码390。也稍微角。呀，什么？台湾これいいね。紹興酒とかな。おお、こっちがいいな。这个ワンヤー。旅の思い出として見つけた台湾らしい布でポーチを作ろうと思います。Thank you. あ、谢谢。前回来た時に気に入ってまた買いに来ました。試食ができる丁寧で雰囲気のいいお店。好，这个是品种，金黄的就微酸，这个是没有加糖。这个微酸啊，然后这个是自然的甜啊，芒果的香味比较香。要不要再多带一包？我送我们家的尿布的环保袋给你。猫咪的。哎，哦。也是有这样，只要这个称120，刚好平方面。谢谢，谢谢。猫咪。食欲ない時、ご飯以外の選択肢、皆さんは何ですか？すごいね。こんなにマンゴー入れてくれるんだね。今年のフルーツは台風の影響がなかったので全部甘くて美味しいらしいです。promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise you for sure. Girl, my love is always yours. Something's changed, baby, this I know. Summer rains turn to winter snow, but I promise
乾杯。あ、わあ、おしゃれだね。すごい。1952年に建てられた銀行の倉庫をリノベーションしたホテル。かわいいね、この子。むしろ前から泊まりたかったんだよね。遊び心のあるデザインも魅力の一つ。ドライヤーが入ってる。面白い。こっちシャワほほ。綺麗。ー。きれいきれい。全然いいね。自動じゃないんだ。じゃない。かわいい。ファーさん。ファーさん。花山。ファーさん。花山じゃないね。ロビーにはウェルカムドリンク、お土産品、ギャラリーや無料で取り放題の台湾スナックなど。あ、つく。カマ美味しいもんね。夢が叶った。夢叶ったね。夢叶った。山菜白肉。今回の旅グルメで2番目のお気に入り。一番美味しい。这样的话，我会推荐你们去高雄。高雄因为以前是那种眷村的，他们的酸白菜，你就搜寻高雄酸白菜，他们就有这个在做酸白菜锅也是感觉上就是炖了很久，但是吃起来的味道是早了啦，4点，那这样不是昨天就等于很累？很累啊。是他自己。好吧，长期我只想到长期蛋糕，跟那个叫什么形容？就很多东西就是你看得出来都看。都是海外版买票，但是没有他说如果要10名的话，もう美味しいでしょ。これ僕めっちゃ好きだよ。大根。大根の千切り。大根ケーキ。乱翻译。大根千切りパイですね。サクッと焼いた生地の中に甘みのある大根の千切りをたっぷり包んでいます。注文してから作るのでやけどに注意。安くでビタミン C を簡単に摂取できるのも台湾の魅力です。フレッシュガバ。梅粉をつけて食べるのがおすすめ。私の大好き。一番好き。シャオパオ。泣いちゃうがある、泣いちゃう。めっちゃがいい。忘れちゃいけない今日最後の任務。お金持ち。やべ。お菓子取り放題。選んでいる時間も楽しい。お菓子はみんなを幸せにします。ハロー AI。朝6時のアラームを設定して。7月15日6時0分のアラームを設定いたしました。賢いね。好没事。我想第二栋故事。再等我一下。不好意思，我听不太懂您的意思，可以再说清楚一点吗？最終日の朝ごはん。
紹介したいのは朝食チェーンマイウェイデン。近くに豆醤屋さんもあるけど、ダンピンを食べたいならここは私の推し。メニューが豊富で写真で選べるのも安心ですよね。いただきます。もちもち。もちもちの生地で包まれたレタス、卵、チーズ。甘みのある台湾のとろみ醤油だれとの相性は抜群です。小麦の生地の代わりに香ばしく焼いた湯葉で作ったダンピン。外はパリパリ、中はしっとり。最近人気になってるらしい。あ、こっちの方が美味しい。こっち。こう。そっちの方が美味しい。野菜いっぱい入ってるからシャキシャキで。あともちもち感がある。日本統治時代に建てられ、戦後もビンフタ工場として使われてきた建物。2004年の操業停止後、保存・修復を経て、今はものづくりやデザインが集まる場所になっています。台湾では古い建物を生かした場所によく出会いますね。お寺の匂いがする。かぼちゃ？かぼちゃ。そうだ。かぼちゃの。お餅。結構面白い。寂しい。怒ってる。目がかわいすぎる。かわいいね。台湾のスタバの全部かわいい。音楽好きならもう知ってるかもしれない近未来的な建物かと思いきや、そのモチーフは山や貝殻、陶器、織物、台湾音楽の記憶を収めたまるで音楽の宝箱のような場所。9分でしょ。南港は私たちがよく来る場所です。いいところがたくさんあるので、また今度紹介したいと思います。この度ナンバーワンのグルメ、松山空港から徒歩10分。荷物を預けてからわざわざ来る価値あると断言します。腕に自信がないとできないオープンキッチンと極めたメニュー。肉の食感をしっかり残しながら柔らかく煮込まれた牛肉。相
当美味しい。相当美味しい。今まで食べた中で一番美味しいかもしれない。マジマジ。ほんのり薬膳のような香りがして、濃厚なスープはゼラチン質を感じる少しとろりとした口当たり。程よくコシを残した麺にしっかり絡ませて、牛すじ、蜂の巣、牛タンを追加できます。全然脂っぽくないです。味が濃いまたは薄いと感じた時には店主に伝えると好みに合わせて調整してもらえます。外れる。箸を入れるだけでホロホロの豚足。卓上にはファージャオや干し魚のうまみが入った酢もあり、途中で少しずつ味を変えて楽しめます。いっぱい買った。毎回買うの。クランベリーはなんて言うんだっけ？蔓越莓。凤梨凤梨酥。蔓越莓酥。绿豆碰。太阳饼。太阳饼。そうそうそう。大舅舅说太阳饼里面没有太阳。真的吗？老婆饼里面也。ララララララ。チャイナエアラインのこの音楽が好きです。台湾の思い出が今回もたくさんできました。訪れた場所はもちろん、そこで会った人がみんな魅力的な台湾。今回も見ていただきありがとうございました。もしこの動画が良かったら、高評価、コメント、チャンネル登録いただけるとすごく嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。